みんな、済んだもんなのだ。今日は遠くヨーロッパの国、ポーランドを紹介するのだ。実はね、みんな知ってた？ポーランドの国歌の歌詞には、なんとフランスの皇帝ナポレオンが登場するのだ。ボナパルトが勝利の手本を示してくれた。で、今でも歌われているらしいのだ。なんだか意外で面白いのだ。今日はポーランドに関するニュースを全部で3つお届けするのだ。中でも特に注目なのが3つ目のニュースなのだ。ポーランド極右指導者ら政府がロシアのドローン侵入を仕組んだと非難という記事なのだ。ロシアのドローンが領空を侵犯した事件をめぐってポーランド政府と一部の極右指導者たちが真っ向から対立しているらしいのだ。これは一体どういうことなのか気になるのだ。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いしますなのだ。さあ、みんなでポーランドの今を一緒に見ていくのだ。中央ヨーロッパに位置するポーランドは首都ワルシャワが魅力的な国なのだ。人口は約3800万人で日本より少し少ないくらいなのだよ。この国はかつて分割された激動の歴史を持つけれど現在は自由で民主的な共和制国家として EU の一員なのだ。ショパンを生んだ豊かな音楽文化や歴史ある琥珀工芸、美しい陶器などが有名で素朴ながらも温かい国民性が特徴なのだ。主要産業は自動車や IT、機械工業が発展しているのだ。最近ではヨーロッパの物流ハブとしての役割も担い、ウクライナ支援でも非常に重要な存在として国際社会から注目されているのだ。古い歴史と新しい武器が共存する魅力あふれる国、それがポーランドなのだ。一つ目のニュースなのだ。ポーランド文化大臣、イスラエル参加ならユーロビジョン、ボイコットを呼びかけという記事なのだ。ポーランドの文化大臣マルタ・チェンコフスカさんがもしイスラエルがユーロビジョンソングコンテストに参加するならポーランドもボイコットすべきだと発言したのだ。個人的な意見だとしながらもガザの状況に心を痛めユーロビジョンを楽しむのは難しいと感じているのだ。イスラエルは1973年からユーロビジョンに参加していて今年も2位になったばかりなのだ。だけどガザでの行動をめぐってスペインやオランダなどいくつかの国が来年のイベントをボイコットするかもしれないと示唆しているのだ。ロシアがウクライナ侵攻で追放されたようにイスラエルもガザでの人道危機のために同様の扱いを受けるべきだと主張する国もあるのだ。オランダの放送局もイスラエルの参加は現在の状況では正当化できないと懸念を表明しているのだ。しかしドイツの文化大臣はイスラエルを排除することは音楽で国を結びつけるユーロビジョンの根本原則に反すると批判しているのだ。オーストリアもボイコットはガザの人道危機を解決しないと言っているのだ。ポーランド政府も最近ではガザでのイスラエルの行動に批判的な声を強めているのだ。外務大臣は子供たちを飢えさせる権利は誰にもないと訴えているのだ。フランスやオーストラリアは参加を表明していてイスラエルも撤退するつもりはないらしいのだ。二つ目のニュースなのだ。ポーランド裁判所への国民不信が過去最高の 57% に上昇という記事なのだ。ポーランドの裁判所への不信感が過去最高の 57% になったのだ。信頼している人はわずか 36% でIBLS の最新調査で分かったことなのだ。特にドナルド・タスク政権が法の独立を取り戻すで公約して発足したのに不信感がかえって高まったのが衝撃的なのだ。タスク政権は前のピエス政権の改革を元に戻そうとしたけどピエス系の元大統領に一部を阻止されたり法律が通らなかったりしているのだ。検察官や裁判所長官を交代させるなど法律によらない方法も試したけど法的に問題があるって言われてピエスの影響が残る裁判所に拒否されることもあるのだ。だから政府と裁判所の間で法的混乱が起きて多くのポーランド人が法治主義が悪くなったと思っているのだ。
タスク首相も合法じゃないこともするかもって言ったのだ。でもちょっと面白いのは、世界ホームプロジェクトの報告ではポーランドの法治主義は改善されたって評価されて、順位も上がったのだ。この差が気になるのだ。判事や弁護士の代表はこの高い不信感を赤信号だと受け止めて、政治家も判事も協力して裁判所の信頼を回復するために頑張るべきだと訴えているのだ。裁判の手続きが長くなっていることも不信感を募らせる大きな原因になっているみたいなのだ。これは本当に大変な問題なのだ。3つ目のニュースなのだ。ポーランド極右指導者ら政府がロシアのドローン侵入を仕組んだと非難という記事なのだ。ポーランドでロシアのドローンが領空を侵犯した事件があったのだ。でも極右指導者のグジェゴシュ、ブラウン氏とヤヌシユ、コルビン、ミッケ氏の2人が、これはポーランド政府がウクライナとの戦争に国を引きずり込むために仕組んだ捏造された陰謀だと主張しているのだ。コルビン、ミッケ氏はシコルスキ外相がこの陰謀に関わったとして検察に届け出たのだ。するとシコルスキ外相は彼らをロシアの手先と呼び激しく批判したのだ。ポーランド政府や NATO の仲間たちはドローンはロシアによるものだとしているけれど、極右指導者たちはウクライナ製でポーランド政府が挑発に協力したと譲らないのだ。ブラウン氏はこれを国際的な挑発だと叫び、ウクライナも偽の戦争プロパガンダを広げていると非難しているのだ。この2人は以前からウクライナに敵対的でロシアに同情的な発言を繰り返していることで知られているのだ。ブラウン氏は現在反ユダヤ主義などの容疑で欧州議会の免責特権剥奪が求められている状況なのだ。このドローン事件をめぐる騒動はポーランド国内で大きな波紋を呼んでいるのだ。ポーランドはガザ情勢での国際的な葛藤、国内の司法不信、極右によるドローン陰謀論など難しい課題に直面しているのだ。それでもEU の一員としてウクライナ支援の用として重要な役割を果たしているのだ。古い歴史と新しい武器が共存する魅力は変わらないのだから、これからもその動向に注目していくのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。